10年後貯金は価値を失う。はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。想像してみてください。今から10年以内に通貨の価値は暴落。今まで皆さんが貯めてきた老後のための貯金、これが価値をなくし紙切れ同然になる。そう聞かされたら皆さんはどう思うでしょうか。そんなこと起こるわけないじゃないか、そう思ったと思います。しかしこれは現実に起こる。そう予言した人物が世界一の資産家イーロン・マスク。そう、今一番お金を持っている人がお金の価値はなくなると言ったんですね。彼が言うには、これから先ほんの5年から10年の間で AI が急速に進歩することにより通貨の価値がどんどん暴落する。それだけではなく、人々は働かずしてお金を使うこともなく、欲しいものが何でも手に入る。そんな未来が10年後にはやってくる。このように言いました。そんなこと起こるわけないだろうって思うでしょ。僕も初めはそれはないわって思って聞いていたんですが、よくよく話を聞いてみると確かにって納得するところが多かったんですね。いや、彼の考えめちゃくちゃ面白くて、当たる当たらないは別にしても絶対知っておいた方がいい話だなと思いましたので、ぜひ皆さんにも紹介したいなと思いました。ということで今回は、なぜ今後通貨の価値が暴落する可能性があるのか、我々が今まで貯めてきた貯金は一体どうなってしまうのか、イーロン・マスクの想像する未来を紹介していきます。これは先日イーロン・マスクが3時間半にも及ぶ会見を行った映像です。ここで彼はこう言いました。 AI の進化はまるで超音速で向かってくる津波のようだ。誰にも止めることはできない。昨日までできないと言われていたことが今日の午後には当たり前になり、明日には古いと言われる。そんなスピード感だ。この速度から予想すると、今後5年から10年の間に物価が極端に下がり、ありとあらゆるものがただ同然で手に入るようになる。そしてそれに伴い通貨の価値も暴落する。これを理解するためには、まずはこれから先世界がどう変わっていくのか知る必要がある。僕の見立てだと2026年、おそらく今年中に汎用人工知能 AGI が実現するだろう。こうイーロンは言ったんですね。この AGI とは何かと言いますと、いわば人間のように自ら考える AI。 これまでのような特定のタスクをこなすだけの AI ではなく、未知の問題にも自分で考え、自発的に推論したり対応したり学習したりする、そういったことができるスーパー人工知能。これが今年中にできる、そう言っているんですね。これができるとどうなるのか。 AI が AI を作るようになります。AI は自ら考え、自分よりも高性能な AI を作り、その AI はさらに自分より賢い AI を作り出す。こうなると AI の性能は想像もできない速度で成長。その結果、あと4年後の2030年頃にはシンギュラリティに到達する。こういう風にイーロンは発言したんですね。このシンギュラリティとは何かと言いますと、全人類の知能の総和を一つの AI が超える、そういうことなんですね。想像できますか？つまり地球上の80億人全人類の知能を合計したものよりも、たった一つの AI システムの知能が上回る状態。これがたった4年後に起こる、そう発言したんですね。これはかなり強気な予想だと思います。と言いますのも、多くの専門家はこのシンギュラリティが起こるのを2040年頃だろうと予想しておりますので、マスクはそれよりも10年も早く起こると予想しているんですね。彼には開発の現場にいるからこそ見える確信に近い手応えがあるんだと思います。そしてイーロンはさらにこうも言います。この最強の頭脳が搭載された人型ロボット、これが街中に溢れ返り、ほとんどの仕事がこのロボットに置き換われるだろう。これには具体的な計画もあるんですね。皆さんも一度は見たことあると思うんですが、すでに今現在でもイーロン率いるテスラではオプティマス、こういった人工ロボットが開発され普通に働いているんです。このオプティマス、数年前の開発当時は歩くことすら難しかったんですが、たった数年間のうちにこのように人のように仕事をこなせるレベルにまで急成長しております。そう、今ですらこの状態ですよ。このロボットに間もなく完成する AGI が搭載されることで、自ら考え動き働くロボットへと進化し、できる仕事は爆発的に増えます。
そしてこのオプティマス、来年の2027年には販売が開始される予定なんですが、なんとその価格は1台300万円程度と車よりも安い値段で販売され、そしてすぐに一家に 2,3 台持つというのが当たり前となり、2040年頃にはテスラのオプティマス以外のロボットを含めると全世界に100億台、つまり人口80億人よりもロボットの方が多い世界になるだろう。このようにイーロンは言いました。これによりこの世のあらゆる仕事が AI ロボットに置き換われ、世界は180度変わる。その世界がどんなものなのか、マスクは医療現場に例えて説明してるんですが、これめちゃくちゃ面白いので聞いてください。今から3年後にはオプティマスが世界最高の外科医より優れた手術をするだろう。そして5年後には人間の外科医が束になってかかったとしても勝負にすらならない。比較してみよう。まず人間の医師は経験を積みながらゆっくりと成長する。自分の体験した経験からしか学べないので、新人の外科医は不慣れな手術を何百と重ね、数々の失敗を経験しながら何十年もかけて、やっと一握りだけが名医になれる。そしてその技術も引退すると消滅する。でもロボットは違う。世界中のロボットが行った何百万件もの手術を一瞬で共有できる。新たな病を治療したロボットの経験はリアルタイムで世界中のロボットで共有される。次に人間の外科医はその日の体調に左右される不確実な生き物だ。緊張すると手はどうしても震える。集中力にも限界がある。寝不足の日もあれば、大切な手術の直前に配偶者と大喧嘩したりなんかしたら心が不安定になり力を発揮することはできないだろう。でもロボットは完璧な精度で24時間365日、給料ももらわず動き続ける。赤外線や紫外線で人間が見えないものまで見ることもできる。インタビュアーはこう言いました。外科医を選ぶとき一番大事な質問は何か知ってる？その手術今日何回目ですかって聞くことだ。その通り。経験の数が全てなんですよ、人間の場合はね。でもロボットは初日から何百万回分の経験を持って生まれてくる。今は最高の医療を受けようと思ったら最高の病院に行かなきゃいけない。最高の医師に診てもらうためには大金もかかる。アメリカじゃ名医の手術は1000万とかザラだしな。でも5年から10年後にはロボット外科医が世界中どこにでもいる。しかもコストは電気代高。現在の大統領が受けるレベルの医療よりも優れた医療を全員が受けられるようになる。全員ですよ。アフリカの村に住んでる人もジンバブエの人もね。どうでしょうか。驚くべき世界ですよね。このようにたった10年の間で医師という職業までロボットに置き換わる。つまりこれは今現存する仕事の8割が AI に置き換わるということを意味している。そうイーロンは発言しました。いやー、凡人の僕がこれを聞くとさすがに10年でこれは無理があるんじゃないかなと感じてしまうんですが、皆さんはどう思ったでしょうか。技術的には可能であったとしても倫理的な問題がまだ残っていますからね。しかしですね、これが10年で起こるかどうかというのは大切じゃないと思うんですね。20年後、30年後であれば確かにこういった方向に確実に進んでいくんだろうなとは思いますよね。でもこれって逆を言えば世界の8割の人が仕事を失うことになるじゃないですか。そっちの方が大変だろうって思ったんですが、彼はこう言うんですね。これは単に人々が AI に仕事を奪われるのではなく、人類が仕事から解放される世界に入るということ。つまりこれまでのようなあなたの仕事があなたの価値を決める世界ではなく、働かなくてもやりたいことだけをやっていれば誰だって高額所得者のような豊かな暮らしができる。アバンダンス、つまり富の潤沢化という時代に突入するんだ。そうなると通貨の価値は暴落する。そう言っているんですね。これがどういうことを言っているのかというのを説明しますと、物の価値はどうやって決まっているのか。それはその商品を作るためにかかるコスト、人件費であったり材料費、これに加えその商品の希少性により決まりますよね。例えば今スマホなんかは15万円前後で売られていると思いますが、これが全ての仕事がロボットに置き換わるとどうなるのか。このスマホを企画開発するのもロボット、そして製造も全てロボット、部品を作るための金属もロボットが自ら考えて鉱山から採掘し精錬を行い、パーツ作りから組み立てまでの全てを行う。そうなるとどうでしょうか。ロボットには人件費がかかりませんので、必要なのは電気代だけ。生産コストが1000分の1以下になるというんですね。
このようにですね、ロボットにより様々な商品がどんどん作られて、世の中に物が溢れ返り、需要以上に供給が上回った時、その時商品の価値はどんどん暴落。連鎖的にありとあらゆる物の価値が限りなくゼロに近づいていく。まさに物価崩壊というものが起こる。すると、それを買うためのお金すら意味を持たなくなる。これがイーロンが予想する AI の進歩イコールお金の価値がなくなる。こういった主張なんですね。いや、これは驚きですよね。僕はこれが10年で起こるとは全然思えないんですが、理屈は合っていますよね。ちなみにこのアバンダンスが実現すると、人々は働くことなく欲しいものは何でもただ同然で手に入るので、朝起きて嫌な満員電車に乗る必要はありません。上司に頭を下げる必要も、理不尽なクレームに耐える必要もない。 AI 執事が皆さんの健康状態を完璧に管理し、ロボットのシェフが皆さんの好みに合わせた最高の朝食を用意してくれる。皆さんはただ何をして遊ぼうか、そう考えるだけでいい。これがイーロン・マスクが見ている仕事がなくなった後の世界、アバンダンスという世界なんです。ここでですね、いや楽観的に考えすぎだろ、そんなに全部うまくいくわけないじゃないか、そう思った人も多いと思います。僕もそう思いました。しかしですね、彼はこのことについてこう言うんですね。僕は何も楽観的に捉えているというわけではない。そもそも僕は昔 AI に対しては強烈な反対派でした。 AI は核兵器よりも危険だ。 AI が一度暴走すれば世界は終わってしまう。そう考えAI 開発を全世界で一時停止するよう署名活動を起こしたり、 AI の危険性を世界に警告してきました。しかし今は180度考えを変え、自ら AI 開発の先頭に立ち、オプティマスを作り AI 業界を牽引していくことにしました。止めることは不可能と気づいたんです。 AI の押し寄せる波はあまりにも強烈で、いくら逆らおうとしてもその波を止めることはできなかった。自分が反対しようがしまいが技術は進んでしまう。誰かが開発してしまうならば、外から批判して指を加えているよりも、自分がその激流の中に飛び込み当事者として関わることで、少しでもその波を良い方向へ変えられるかもしれない。悪い方向に進む確率を 1% でも減らせるかもしれない。そんなある種の悲壮な覚悟を持って、悲観的な傍観者から楽観的な実践者へと舵を切ることに決めたんです。ということなんですね。ですから決してイーロンはお花畑な未来だけを想像している、そういうわけではなく、誰よりもシビアに考えているんです。そしてこうも言っておりました。 AI の進歩により最終的にはこのように仕事から解放される未来、アバンダンス、ここに落ち着くと予想しているが、ここにたどり着くまでの過渡期には多くの人が仕事を失い、自分の存在意義を見失う人が続出する。そしてその痛みを伴う時期というのは3年から7年ぐらいは続くのではないか。さらにはですね、最終的にはやはり中国が有利になる、このようにも言っておりました。中国のロボット産業って今めちゃくちゃすごいですよね。これは先日公開されたばかりの中国ロボットが子供とカンフーをする動画なんですが、これすごすぎませんか？普通にバク転とかしていますし、子供にぶつかられても転びもしない。これだけ見たら技術面ではすでにアメリカを超えているんじゃないかなんてことも思ってしまいますが、イーロンが言うには、中国が有利なのは技術面だけではなく、あの広大な領土に答えがあると言うんですね。なぜかと言いますと、ロボットを動かすためには大量の電気が必要になるじゃないですか。ですからソーラーパネルを大量に置くことができる広大な土地と豊かな資源がある国、これが揃ってる国が圧倒的に有利になる。そして彼らのエネルギー戦略は目を見張るものがあり、欧米を周回遅れにするほど進んでいる。だから我々も砂漠地帯などをソーラーパネルで埋め尽くすべきだ、そう語っていましたね。いや、この映像を見たらですね、今現時点でこれなわけですから、10年後かどうかというのは置いておいたとしても、我々人類の仕事のほとんどをロボットが行う未来、こういったものは確実に来そうですよね。そしてですね、この動画、ここからが大切なんですが、もしイーロン・マスクが思い描く最高のシナリオ、働かなくても何不自由なく贅沢な暮らしができる、そんな満たされた未来がやってきたとしましょう。そうするとこの先、人類には何が待ち構えていると思いますか？ここからが天国と地獄の分かれ道だと言うんですね。
ユニバース25という実験を知っているでしょうか。かつて行われた8匹のネズミを使った有名な実験です。ああ、このネズミたちにパラダイスみたいな世界を与え続けると一体この子たちはどうなるのだろうか。ずっと繁栄が続くのか実験してみようじゃないか。研究者はネズミにとって完璧な楽園を作り上げました。食事は無限に出てくる、病気もない、天敵もいない、快適な温度に保たれた居住空間、まさにイーロンが描くアバンダンスな世界、これをネズミに与えてみたんです。そうすることでネズミたちは幸せに暮らし、永遠に繁栄していくだろうと考えられていたんですね。その結果どうなったでしょうか。答えは全滅です。最初はネズミたちも喜びました。食べて寝て数は爆発的に増えました。でもある時点からおかしくなり始めたんです。生存競争がなくなったことでネズミたちは役割を失います。オスはテリトリーを守る必要がなくなり無気力になり、メスは子育てを放棄し攻撃的になりました。そのうち社会秩序が崩壊し、互いに傷つけ合うようになり、次第に引きこもってただ毛づくろいをするだけの美しい個体と呼ばれるネズミが現れ出しました。彼らは何もせず、ただ自分たちの見た目を気にするだけで生殖活動すらしなくなった。そして最終的に一匹残らず全滅したんです。これを人間に置き換えてみてください。AI が全ての仕事を請け負い、完璧な移住環境を提供してくれる世界。我々は何の努力もせず、何のリスクも負わず、ただ快楽だけを享受する存在。人間というのは皮肉な生き物です。不足があるから工夫をする、困難があるから成長をする、誰かの役に立つという実感があるから生きがいというものを感じる。そうやってこれまで進化してきたわけですよね。そういや皆さんも思い出してほしいんですが、昔携帯電話がなかった頃なんて友達の電話番号を何件も覚えているって当たり前でしたよね。でも今それをできてる人はいません。パソコンで資料作りをするようになってからは漢字も随分と忘れました。そう、このように AI が完璧な答えを先に出してくれて AI が全ての面倒事をやってくれるなら、僕たちは考えるということをやめ、努力や我慢をすることをやめます。皮肉なことに文明が進歩すればするほど人類は退化していくんです。しかしイーロンはこの危機感ちゃんと理解しています。だからこそ彼はこう考えました。 AI に対抗できないなら AI と融合してしまえばいい。実は彼はですね、次の一手を打っているんです。それがニューラリンク。なんと人間の脳に AI を埋め込んで人類と AI を融合させることをやろうとしているんですね。そんな SF みたいなことまだまだ先のことでしょうって思った方、びっくりしないでくださいね。これもう現実に始まっているんです。イーロンはすでに首から下が動かなくなってしまった四肢麻痺の患者さん、この脳にニューラリンクのチップを埋め込む手術を行いました。その結果どうなったでしょうか。その患者さんはなんと自分の脳で考えるだけでパソコンのカーソールを動かし、オンラインゲームを何時間もプレイすることに成功しています。これすごくないですか。患者さん4人が集まって脳だけで動かしたマリオカートで試合をしているんです。そう、つまり手が動かなくても脳から出る電気信号をチップが読み取って Bluetooth でパソコンに飛ばす、まさに魔法ですよね。そして今は受信が限界なんですが、今後は脳に直接情報を送れるようになる。これができるようになると、目が見えない人に対しカメラで映した画像を脳内に転送することで目が見えるようになったり、耳が聞こえない人が聞こえるようになったり、麻痺で動けない人がロボット補助具を装着することで再び歩けるようになる。そんな奇跡がこのニューラリンクにより起ころうとしているんです。でもイーロンの狙いはそこだけじゃありません。その先にあるのが健康な私たちをも変えてしまう究極のアップデート。そう、脳に AI の情報を送り込もうとしているんです。想像してみてください。皆さんの脳がクラウド上の AI と24時間同期している状態を。例えば英語が喋れなくても脳内にクラウドから英語をダウンロードするとペラペラ喋れるようになる。数学の難しい難問でも考えた瞬間に答えが浮かんでくる。図書館にある全ての知識を自分の記憶と同じように自由に引き出せる。もはや勉強という概念すらなくなるかもしれません。必要なアプリをインストールするように新しい脳に直接ダウンロードしてくる。こんな時代、これこそがイーロン・マスクが考える人類が AI に取り残されないための唯一の方法なんです。
これを聞いて、うわ最高じゃん、めっちゃ面白そうだなって思った方もいると思うんですが、反面これって本当に人間なのかなっていうざわざわした感じもしませんか？もし自分の思考の半分が AI によるものだとしたら、どこまでが自分で考えてどこからが AI の提案なのか区別がつかなくなりますよね。逆に外部から脳を操作できるのであれば、人間が AI の脳を手に入れるというよりは AI が人間の体を手に入れる、そういった考えもできなくはないと思うんですけれどもね。これが幸せと思うか不幸せと思うかは人それぞれで感じ方が変わってくると思いますので、皆さんはどう思うかぜひコメント欄で教えてください。僕はですね、僕の好きな言葉に志村けんさんが残した死んだらずっと寝てられるんだから生きているうちは苦労しようぜ、こういった言葉がありまして、この言葉にこそ人間の本当の幸せが詰まっているんじゃないかと僕は思っていますので、脳にチップを埋め込んでいきなり天才になってもなんだか微妙な感じはしてしまいます。しかしこれが常識の世界となればまた考えは変わってくるかもしれません。はい、ということで今週はイーロン・マスクが想像する未来というものを紹介していきました。いや、さすが超人、想像しているスケールがすごすぎますよね。結構面白かったでしょ。これ聞いた時びっくりしちゃったので、これはちょっと紹介したいなと思ったわけですが、正直なところですね、僕はこの先10年間で物価が崩壊するとは思ってはいません。しかしもう少し先の未来にはそういったことも起こり得るのかもしれないな、そういった印象は受けました。最後にですね、この動画を作りながら一番思ったことはですね、今後もしお金と物の価値が下がって希少性だけが残ってしまうのであれば、今後ますます金の価値が上がってしまうのではないか、そうも思ったんですが、このあたり詳しい方がいればぜひ教えてください。はい、ということで最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。